峠最強伝説。さあ始まりました。ホットバージョンボリューム125。岸田さん、今回はですね、ノーマルな企画です。ベスのじゃねえんだからノーマルはねえだろ。いやいや、ノーマルって言ってもスペシャルなノーマルな企画です。何スペシャルなノーマル、何がスペシャルなんだよな、ね、だから今回はいつもチューニングカーじゃないですか。そうじゃなくて今日はメーカーがもうこれぞっていうノーマルなスペシャルなノーマルカー、メーカーのチューニングカメーカーが売ってるノーマルカーです。ー。なるほどね。まあそれに伴ってですね、いつものようにギャルを紹介したいと思うんですけども、今回やっぱノーマルにこう剣が入ったような、いや違います。全くチューニングされてないギャルを用意しました。全くチューニングされてないってことは、今まではチューニングされてたんだ。そういうことになりますよね。以前までは知らないです。僕は知らないんだ。知らないです。知らないです。知ったかぶってようなこと言ってるね。紹介しましょう。森脇あさきちゃんです。はーい。どうも。皆さんこんにちは。下部初挑戦の森脇あさきです。ちなみに私どこもいじってませんよ。はい。おーってなんですか。僕思いましたけど、いじってないかもしれないけど、心の中をいじられてるね。バカじゃねえ。どこもいじってないの？いじってないですよ。肌美人です。でもそれはピーピーです。いいです。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、ここ群祭ではいつもこうすっごいチューニングカーがいっぱい来てすごいタイム出してるわけですけど、唯一ノーマルの GTR がすんごいタイム出してるじゃないですか。あれはね、別格だね。あれは本当にワークスチューニングだね。でそれ以外にノーマルの車で速い車がいるのかということはね、豆だね。あれノーマルじゃないじゃないですか。ものすごいもうノーマルのとこないぐらいやってるじゃないですか。まあ昔はね、今の時代ではあれが当たり前だな。あれがスタンダード。そうみんなあれを真似しろと。そうですね。そう。無理くり豆の企画につなげようとしますね。そんなことはない。今世界の自動車メーカーが放つ最新最強の走りを試す峠最強伝説ワークスカー一気乗り。エントリー1、史上最高の切れ味炸裂なるか。 From Japan スバル WRX STI-TS Type RA。ワークスカー1台目はスバル WRX STI-TS タイプ RA です。STI の関作さんに説明をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いす。します。これ難しい名前ですね。はい。難しいよね。難しいです。カミカミになりますよ僕ら。会社の中で感謝親父とか言わいやれない？そうは言われてないです。言われてない。はそう。なんかこの歌い文句がシャープな切れ味みたいな、はい切れ味最高みたいな。でそこがですね、今回この車には特別に過去うちもですね、スバルでWRC 走ってました。その時にギアのステアリングギア比11対1っていうのを採用してたんですが、その11対1のギア比のステアリングギアボックスをこちらにも搭載しています。ノーマルは何対1なんですか？ノーマルが13対1ですね。はい。ステアリングギア比も良かったけどね、俺まったりしてて。ロックトゥロックも少ないですか？じゃあそういうことですね。ね、だからちょっと切ったらもうスッと切れるような。はい。ただこの車それを含めてリアの方も追従するようにセッティングしてますんで、だから全く怖くはないですね。そう。WRC だと車振り回すじゃないですか。そうそう。こっちカウンター当てて、こっち当ててってこういうのがあるから、ステアリングギア比がクイックな方がね、忙しくなくてっていうか追いついていいかもしれないですけど、群載で滑らせないじゃないですかきっと。いりますかねそれ。乗ってみなきゃわかんねえよな。そうですね。それがもしかしたらすごくいいかもしれない。
まあこの一番の売りはですね、最高の切れ味のハンドリング、その辺をちょっと見てみようかなと思います。試乗区間は群彩 A コース。レコードタイムはジェイズ S2000 の25秒312。ちなみに WRX のチューニングカーではシーサーが26秒405を記録している。ステアリングギア比だよね。頭の入り軽いね。車はものすごくしっとりしてますよ。足はしなやか、乗り心地とってもいいですよ。ちょっとだけアンダーだけど許せるアンダーだよね。乗りやすいわこれ。すごくしなやかで。かなり好感触な割に意外にもタイムは伸びず。これはいい足だね。怖さがどこにもないね。これいい足ですよ。これ怖いところがどこにもないです。路面のギャップとかアンジュレーションだとかパンプをほぼ吸収してるから、それでいてね柔らかくないんだよね。ふわふわしてない。ギャップポイントでも見事に吸収。続いてオリラーの評価はどうか。さあこのステアリング11対1という WRC と同じギアレッションらしいです。確かにね、ステアリングの打角少なくスーッと車が曲がっていく感じがする。だけど変なドライバーに感じるクイック感っていうよりかはスムーズな感じに近い、それをうまくチューニングされてるらしいですね。ステアリング切るとノーズがスーッと入ってる感じがすごいするね。オリラーも乗り始めから好印象。それだけ癖がないってこと。いやすごいボディがしなやかに感じる。どうっていうんだろう、変なねこう硬さがなくてしっとり感がすごいあるね。不思議な感覚だね。さあノブはどうか。おい、日本が張りすぎた。ステアリングがクイックなところが出てしまったな。とっさの場合自分のイメージよりもステアしてしまうってことか。フロントのサスペンションストロークがすごくある。その分ギャップにはね有効ですね。エントリー2、今大人気のワンメイクレーサーロームジャパン。トヨタ86レーシング TRD。 2台目は大盛況の86ワンメイクレース車両です。 TRD の桜井さんに持ってきていただきました。桜井さんだよ。桜井さん、はいはい、桜井さん知ってます。はい、桜井さん。はい、懐かしいです。違う桜井さん。違う人。まだ死んでないです。桜井さんね。はい。なんか関係あるんですかこの人と。息子で名前が一緒ですね。あ、名前が一緒で。まあこの86番メイクレースは僕とか谷口も出てるんですけど。出てるよな。名前だけあるよね。一応。名前ははい。一応頭数に入ってるだけですけど。すごい参加台数で昔の本当の86のフレッシュマンとかを彷彿させるような参加台数。このクラスはねすごくいいよ。だって俺がさ AE86 をやり始めた時に、このレースから盛り上がったもんすごく。だからこういうレースはねやっぱちゃんとやってくんないとね TRD が。そうですね。本当に入門編のレースが日本にあんまないんで、そういう意味では本当に入りやすいですし、で FR でスポーツカーでね。で参加してるだけだよな。そうですよ。そうだよな。前の方なんかいたことねえもんな。これね専用レーシング86レーシングっていうグレードを作るにあたって専用RC がもともとはあったんですけど、エアコンがないとか、ブレーキがRC とか G グレードがちっちゃいっていうのがあったんで、GT グレード用のブレーキを引っ張ってきたりとか、アスファルトシートがない RC のボディに
エアコンをつけるというんで専用の車を欲しいます。ということはそれは AE で言えば GTV みたいなもんですそうですね。だからレースに出ない人もそうですね。イメージ的にはそういうまさにそういう感じで。ね、だって GTV も何もついてないし重捨てだし、そうですね。自分が買うんだったらこういうグレードがいいなっていうのがあって作る。逆に言うと普通の車を買ったらワンメイクレースには出れない。出れない。出れないですね。出れない。出れない。なるほどね。これがまあ谷口とか折戸とか服部が出てるレースのやつですね。初めて乗ります。どんなもんか聞きたいと思います。峠でも実は楽しいというワンメイクレースカー、その実力は。ああ、いい足だ。DNP が作る足ってのはこうでなきゃいけないよね。こちらもいきなり好印象。ちなみに86の過去ベストはレボリューションの26秒241。動きもいいぞ。動きもいいぞこれ。タイムは WRX を上回る27秒533をマーク。シートが遠いのがちょっとさ運転しにくいんだけど楽しいよ。楽しい。全開で攻める楽しさがこの車にはある。レースも峠もこれ1台あれば OK じゃん。意外とね軽快に曲がりますよ。おお、いい微妙なオーバーステアも出てギア気もちょうどいいんじゃないのこれ。サーキットで走るよりも全然楽しいな。僕もこのレース乗ってるんですけども、サーキットちょっと遅いなって感じあるんですけど、この群載で乗るとこの86の良さがすごい出てる感じがする。ちょっと跳ねる感じはあるけど怖い跳ね方はしないね。実にね、この今のこの仕様は安定志向ですね。変な挙動が全然出ない。オリダーもノブもレースでは気づかなかったこの車の楽しさを群載で発見したって感じ。足がね意外と懐深いですね。ここのギャップとかもそんな跳ねられないし。